こんにちは、現役教官です。今日の動画は教習生必見要注意な問題30問ということで、今まで何千人と教習生を見てきた現役の教官が厳選する学科試験前には絶対に押さえておきたい問題30問を解説も交えてやっていきたいと思います。仮面試験、本面試験が控えている方には必見の動画となっております。それでは早速いきましょう。第1問、妊娠中はシートベルトをしなくても良い。妊娠中であっても変わらずシートベルトは着用します。その方が万が一の場合の被害を軽減できると科学的にも検証済みなんですね。不安な点がある人はお医者さんに確認の上着用しましょう。第2問、二輪車に乗るときはできるだけ露出の多い服装にする。夏場は半袖で涼しげに二輪に乗りたい気持ちはすごいわかるんですけど、二輪車の転倒の危険性を考えたら季節問わず半袖はダメです。二輪車は死と背中合わせの乗り物ですから、乗るなら長袖長ズボンの露出の少ない服装は必須です。第3問、四輪車を運転するときの運転席のシートの位置は、クラッチペダルを踏み込んだときに膝がわずかに曲がるくらいが良い。引っ掛け問題で膝がまっすぐ伸びるぐらいが良いと出題される場合もありますが、その場合だとペダルの踏み込みが浅くなってしまうので×になります。第4問、青色の灯火の信号はすべての車が直進し、左折し、右折することができる。すべてのとなると、青信号1つで右折できない2段階右折の必要な原付や軽車両も含まれてしまうので、答えは×になります。ちなみに問題文ですべての車がほにゃららできると出題されたら、大概例外があって答えは×になります。それ系の問題でもし回答に迷ったら×にするのがおすすめです。第5問、警察官が図のような手信号をしているときの意味は、矢印の交通については青色の灯火の信号と同じである。手信号の問題でまず覚えてほしいのは、警察官がどんな手信号をしても対面する交通は必ず赤信号の意味になるということです。対面は必ず赤なので、変わるのは横の交通だけです。横だけ覚えれば手信号は大丈夫なんですね。ちなみに腕を横に水平に上げたら横の交通は青、腕を垂直に上げたら横の交通は黄色になります。第6問、図の標識があるときは車は前方の信号が赤や黄色であっても歩行者など周りの交通に注意しながら左折することができる。この標識は一方通行です。赤信号で左に曲がれる左折側はこっちです。なんでこんな似てる標識作るのか文句言いたい気持ちはすごいよくわかります。もうでもそこは抑えてね、免許取得のためと割り切ってこの違いを覚えましょう。第7問、この標識がある道路を自転車は通行することができる。この標識は車両通行止めといって車の通行が禁止となる標識になっています。実は自転車も車の仲間なのでこの標識から先へ進めません。もし自転車に乗っていてこの標識のある道路を通るときは自転車から降りて手で押して進みましょう。第8問、この2つの補助標識は同じ意味を示している。2つともに終わりを示しています。もしこう標識があったらここで駐車禁止区間の終わりという意味になるので、この標識から先は車を駐車しても OK です。第9問、二輪車を押して歩くときは歩行者として扱われるので歩道などを通行することができる。この場合は歩行者として扱われるので二輪車が故障したときなどは歩道を通行するようにしましょう。ですがその場合でもエンジンのかかっている二輪車や側車付きの二輪車、他の車を牽引している二輪車の場合は歩行者として扱われないので注意しましょう。第10問、同一方向に2つの車両通行帯があるときは速い車が右側、遅い車が左側を通行する。速度によって通行帯をずらすのは3つ以上の車両通行帯の時です。2つの車両通行帯の時は左側の通行帯を通行します。第11問、車は道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯を横切るときには安全を確認して徐行しなければならない。これはうっかり丸にしがちなんですが×なんです。歩道や路側帯を横切るときは徐行ではなく一時停止をして安全確認です。周りに歩行者がいてもいなくても一時停止です。第12問、
緊急自動車に進路を譲るときは、一方通行の道路であっても必ず道路の左側によって進路を譲らなければならない。一方通行の場合は対向車がいない道路なので、右側によって進路を譲っても大丈夫です。第13問。バス専用通行帯は小型特殊自動車、原動機付き自転車、軽車両は通行することができる。バス専用通行帯はバス以外にも上記の車は例外として通行できます。じゃあ専用なんて紛らわしい名前にすんなよという意見はごもっともですが、ここは一つ大人になってこういうもんだと割り切って覚えましょう。第14問。この標識がある場合や3車線以上の交通整理の行われている交差点を右折するときは、原動機付き自転車は2段階右折で右折しなければならない。この場合は標識などに従って2段階右折で右折しましょう。また、それに似た標識で小回り右折の標識があります。この標識がある場合は原付は2段階右折が禁止となるので、他の車と同じように右折します。第15問。交通整理の行われていない交差点では、路面電車が必ず先に進むことができる。交差点で路面電車と勝ち合ったとき、車の方が道幅が広ければ、車が優先的に通行できます。路面電車が車を待つ場合もあるんですね。第16問。踏切を通過しようとするときは、必ず踏切の直前で一時停止しなければならない。基本的には一時停止ですが、信号のある踏切で青信号であれば一時停止せず踏切を通過できます。第17問。踏切を通過するときは低速ギアのまま中央寄りを一気に通過する。ギアを変速せずに一気に通過します。この一気にという言葉は急加速で通過するという意味ではなく、止まらずに通過するという意味になります。第18問。この標識のある道路での普通自動車の最高速度は 60km 毎時である。補助標識で大貨と示されている場合は、大型貨物車などにのみ意味する標識になるので、関係がない普通自動車は法定速度のままの 60km 毎時が最高速度となります。第19問。60km 毎時の速度で走行している時のおおむねの停止距離は約 20m である。速度マイナス15でおおむねの停止距離を出すことができます。60キロの場合はマイナス15は45になるので、停止距離はおおむね45メートルになります。60キロのスピードが出てたら車は20メートルぐらいでは止まれないんですね。第20問。勾配の急な上り坂や下り坂は徐行しなければならない。上り坂の頂上付近と勾配の急な下り坂は徐行場所ですが、勾配の急な上り坂は徐行場所ではありません。上り坂では必要な分加速していきましょう。第21問。歩行者のそばを通るときは安全な間隔を空けて徐行しなければならない。安全な間隔を空ける、空けられない場合は徐行です。どちらか一つで大丈夫です。安全な間隔も空けて徐行もしてって両方やる必要はないです。第22問。停留所で停止中の路面電車に追いついたときは、乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止して待たなければならない。基本的に止まっている路面電車に追いついたときは後方で停止です。路面電車から降りる人の安全を確かめて人の乗り降りが終わってから発進します。第23問。停留所で停止中の路面電車に追いついたとき、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れるときは、乗り降りする人がいても徐行で通過できる。止まっている路面電車に追いついても安全地帯がある場合や、路面電車との間に 1.5 メートル以上の間隔が取れて、乗り降りする人のいないときは徐行で通過できます。この問題の場合は乗り降りする人がいる状況なので通過せず、路面電車の後方で停止します。第24問。横断歩道の手前で止まっている車の側方を通過するときは、歩行者に注意して徐行しなければならない。この場合は徐行ではなく一時停止ですね。注意して徐行と言われると聞こえがいいので、この問題で引っかかる人は非常に多いです。第25問。
70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろに高齢運転者標識、高齢者マークをつけなければならない。初心者マークは表示義務があるんですが、高齢者マークには表示義務はなく、つけるかどうかは本人の判断に任されています。なるべくつけるようにしましょうという感じです。第26問。この標識のある道路では絶対に追い越しをしてはいけない。この標識は右側にはみ出しての追い越し禁止です。逆に言えば、中央線から右側にはみ出さなければ追い越しは可能です。これとは別で、補助標識で追い越し禁止の文字までついている場合があります。その場合は、どんな状況でも追い越しできない追い越し禁止の標識となります。意味が異なるので違いに注意しましょう。第27問。交差点とその前後30メートル以内の場所は追い越し禁止場所である。追い越し禁止なのは前後ではなく手前30メートルです。追い越し禁止場所の問題で前後と出たら回答は確実に×になります。第28問。運転免許は第1種運転免許、第2種運転免許、原付免許の3種に区分される。第1種運転免許、第2種運転免許、仮運転免許の3種に区分されるが正解です。第1種運転免許とは、車や二輪車を運転するのに必要な免許です。原付免許も第1種免許に含まれます。第2種免許は、タクシーや路線バスなどのお客さんを乗せて商売するのに必要な免許。仮運転免許は、練習や試験で路上を走るのに必要な免許です。第29問。普通二輪免許で総排気量 550cc の二輪車を運転してもよい。普通二輪免許では総排気量 400cc 未満の二輪車まで運転できます。400cc 以上になると大型二輪免許が必要になります。大型二輪と普通二輪の境界線は 400cc と覚えておきましょう。第30問。交差点などで停止したときに停止時間が長くなりそうなときはチェンジレバーをニュートラルに入れる。普段の信号待ちではそのままドライブのままでブレーキを踏んで待ちますが、設問のように停止時間が長くなりそうなときはハンドブレーキをかけてチェンジレバーをニュートラルにして待っていても OK です。以上30問です。お疲れ様でした。健闘をお祈りします。このチャンネルでは現役の教習助教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。